今回は Apple TV 4K 第3世代のレビュー、開封設置、初期設定編についてご紹介します。2022年11月4日に新しい Apple TV 4K 第3世代が発売されました。Apple TV 4K 第3世代は新しいデザインに刷新され、A15 バイオニックチップを搭載、ストレージの最大容量が 128GB に増加しています。早速私も Apple TV 4K 第3世代を入手したので実際に使ってみました。そんなわけで今回は Apple TV 4K 第3世代のレビューについて見ていきましょう。今回購入したのは 128GB の Wi-Fi プラス Ethernet モデルで、箱は従来よりもコンパクトになっています。箱の側面に Wi-Fi プラス Ethernet と記載されています。箱の側面には 128GB と記載があります。背面にも色々と書いてあります。背面のテープをピリピリと剥がして開封していきます。テープを剥がしたら箱をスポッと上に持ち上げます。箱を開けると Apple TV 4K の本体が登場します。箱の横幅はギリギリに収納されていました。Apple TV 4K の本体を取り出すと、下にリモコンの C リモートが入っています。リモコンの隣には電源ケーブルが入っています。さらに電源ケーブルの下にサッシ類が入っていました。特に使わないのでそのまま箱に戻します。主な内容は Apple TV 4K の本体、リモコン、電源ケーブルの3点となっています。早速本体の保護フィルムをペリペリと剥がしていきます。お次はリモコンを紙袋からシュッと取り出します。電源ケーブルも箱からパカッと取り出します。改めてこちらが本体、リモコン、電源ケーブルです。HDMI ケーブルや USB-C ケーブルは別売りなのでご注意ください。Apple TV 4K の新旧モデルを並べてみたところ、左側の第2世代よりも右側の第3世代の方が一回り小さくなっていることがわかります。高さをチェックしてみると、第3世代の方が背が低くなっています。使用表では高さが 4mm 低くなって 31mm になったようです。第3世代の高さが小さくなった他にも、縦横の大きさがどちらも 5mm 短くなっています。背面をチェックしてみると、第2世代では電源、HDMI、LAN の順番だったのが、第3世代では電源、LAN、HDMI の並びに変更されています。これはおそらく新しく追加された LAN 非搭載の Wi-Fi モデルで見た目のバランスを良くするために配置を変えたのだと思われます。2つのモデルを上からチェックしてみると、第2世代ではリンゴマーク TV だったものが、第3世代ではリンゴマークのみに変更されています。続いては底面を見ていきます。保護フィルムがついているのでペリッと剥がします。底面をチェックすると、第2世代ではリンゴマークのロゴがありましたが、第3世代ではロゴがなくなっています。また、第2世代では排熱用のファンが搭載されていましたが、第3世代ではファンレスになっています。第2世代の本体のみの重さを測ってみると 414g でした。第3世代の本体のみの重さを測ってみると 216g と 198g 軽くなっていました。Siriリモートの新旧2つのモデルを並べてみましたが、違いは全くわかりません。背面も見てみましたが、こちらも違いはわかりません。底の部分を見てみると、充電ポートの大きさが変わっていることがわかります。左側の穴の小さい方がライトニングを搭載した第2世代で、右側の穴の大きい方が USB-C を搭載した第3世代となります。たったの1年で充電端子の仕様を変更するなら、最初から USB-C にすればよかったじゃん、と思うところです。Siriリモート第2世代の重さは 64g となっていました。Siriリモート第3世代の重さは 67g となっていて、USB-C になったことで謎に 3g 重くなっています。旧機種の Apple TV 4K または Apple TV HD からの買い替えの場合は、事前にやっておくといいことが2つあります。まず、旧機種にホームポットを接続して使っている場合は、設定、ビデオとオーディオ出力のデフォルトオーディオ出力をテレビスピーカーに変更しておきましょう。次に、設定、ユーザーとアカウント、デフォルトユーザー、一つのホーム画面をオンにしておきましょう。これによって、旧機種で使っていたアプリを同じ配置で自動的にインストールしてくれます。Apple TV 4K 第3世代の本体に HDMI ケーブル、LAN ケーブル、電源ケーブルの3本を接続します。有線 LAN 環境がない場合は Wi-Fi でも利用可能です。ちなみに HDMI ケーブルは別売りとなっているので別途用意しましょう。Apple TV 4K をテレビに接続したら、まずリモコンのボタンを押して本体と接続します。リモコンの接続ができたら使用したい言語を選択します。次は国、地域を選択します。
次はデータとプライバシーで続けるを選択します。次は Apple TV を自動的に設定の画面になるので iPhone で設定を選択しましょう。iPhone をお持ちでない方は手動で設定を選びましょう。iPhone で設定を開くとお使いの iPhone の画面に Apple TV を設定と表示されるので設定を選択します。すると認証コードを入力する画面になるのでテレビに表示された4桁のコードを iPhone に入力しましょう。認証コードは毎回変更されます。認証コードを入力すると Apple TV を設定中の画面になるのでそのまま待ちます。設定が完了したら iPhone の画面に iPhone でリモコンをしようと表示されるので完了をします。テレビの画面にはパスワードを要求と表示されているので常に要求、15分後に要求、要求しないのいずれかを選択します。迷った場合は常に要求にしておきましょう。次は iPhone からの設定の画面になるので問題がなければ続けるを選択します。設定を変えたい場合は設定をカスタマイズするを選択しましょう。次に TV プロバイダーはありますかの画面になるので今はしないを選択します。このサービスはおそらく日本では利用できません。次にすべての Apple TV で一つのホーム画面になるのでオンにするを選択しましょう。これによって旧機種で使っていたアプリを同じ配置で自動的にインストールしてくれるので便利です。利用したくない場合は今はしないを選択しましょう。次にこの Apple TV をどこに設置しますかの画面になるので好きな場所を選択しましょう。次に HomePod を使用している場合は HomePod スピーカーをテレビスピーカーとして利用しますかの画面になるのでテレビスピーカーとして使用を選択しましょう。接続したくない場合は今はしないを選択します。次に世界を見ようの画面になるので自動的にダウンロードを選択しましょう。これによって新しいスクリーンセーバーが追加されるのでおすすめです。次にアップ解析の画面になるのでアップデベロッパーと共有か共有しないのどちらかを選択します。迷った場合は共有しないにしましょう。次に利用規約の画面になるので同意するを選択しましょう。次に Dolby Vision 対応のテレビを使っている場合は最適な画像が出るように設定しましょうの画面になるので Dolby Vision を試すを選択します。ここで Dolby Vision の映像が出力されるかテストしておきます。Apple TV はテレビを 4K Dolby Vision に切り替えましたと表示されたら OK を選択します。すると Apple TV 4K のホーム画面が表示されて買い替えの場合は旧機種で使っていたアプリが同じ配置で自動的にインストールされます。初期設定では HDR が常にオンになっている状態です。このままでも使えるのですが SDR のコンテンツを再生した際に色味が不自然に見えることもあるためSDR のコンテンツが HDR に変換されて出力されるのが嫌だという人もいると思います。そんな時は Apple TV 4K の出力を SDR にしてコンテンツに合わせるをオンにするのがおすすめです。まずはホーム画面から設定を開きます。設定を開いたらビデオとオーディオを選択します。ビデオとオーディオを開いたらフォーマットを選択します。フォーマットを開いたら 4KSDR60 を選択します。Apple TV はテレビを 4KSDR を使用するように切り替えましたと表示されたら OK を選択します。次にビデオとオーディオに戻ってコンテンツに合わせるを選択します。コンテンツに合わせるを開いたらダイナミックレンジに合わせるとフレームレートに合わせるをオンにします。これで SDR のコンテンツを再生したりゲームをするときは SDR で出力され HDR10 のコンテンツを再生すると HDR10 で出力。Dolby Vision のコンテンツを再生すると Dolby Vision に切り替わって出力されるようになります。もちろん常に HDR10 や Dolby Vision で出力されても構わないという場合は HDR10 や Dolby Vision 出力に設定してコンテンツに合わせればオフにしておきましょう。Apple TV 4K 第3世代を使ってみた第一印象としては本体がコンパクトになったことに加えて動作がさらに速くなったと思います。私は第2世代からの買い替えですが UI の操作をしていて反応が遅れたり処理が遅くなるといったことが全くなくかなり快適です。正直最初は Apple TV 4K に A15 バイオニックチップはオーバースペックではないかと思っていましたが結果としてはデバイスのスペックは高ければ高いほどいいという結論に至りました。特に Apple TV 4K 第1世代を使っている方であれば大幅に進化しているので第3世代に買い替えることをお勧めします。現在第2世代を使っている方は第3世代にすることで変化は感じられるとは思いますが劇的な差ではないのでゲームをしないのであれば第2世代のままでも問題ないと思います。おそらく A15 バイオニックを搭載した Apple の目的はゲームを遊んでもらうことなので次回はゲームに関するレビューもしていきたいと思います。今回は Apple TV 4K 第3世代のレビュー開封設置初期設定編についてご紹介しました。
このように新しい Apple TV 4K 第3世代はデザインが刷新され、よりコンパクトかつ軽量になっています。また、リモコンの充電端子が USB-C へ変更されたので、着実にライトニング廃止に向かって進んでいるようです。Apple TV 4K 第3世代を使ってみた第一印象としては、UI の操作がより早く快適になっていましたが、第2世代と比べて劇的に変わっていることはありませんでした。もちろん A15 バイオニックチップの性能を活かせるのはゲームアプリなので、後日レビューをしたいと思います。皆さんも新しい Apple TV 4K で動画の視聴やゲームなどを快適に利用してみてはいかがでしょうか。